ウィーバこれ形。ー素晴らしい。見事に受けてますね。おおああ、もうお願いします。はいどうも、現代忍者タクです。ニンニンぴょんぴょんということで、前回に引き続き白川先生のね技を、うちの師匠が受けるという、今回はさらに難易度高い技を先生が受けるということになっております。じゃあ今回その最後投げ技は何ていう投げ技なんでしょうか。三強投げ。三強投げっていうんですよ。三強っていう関節技で、はい投げ技は応用なんです。はい。本来三強っていうのはうつ伏せに押さえるんですけど、はい三強から投げるっていう技です。三強から投げる。はい。はい。合気道で飛び受け身っていうんですけども、それを強制的にやる技があるんです。はい関節を決めて、はいそれがバーンって投げる技。それもし受け身が取れない一般人がやったらどうなっちゃうの。怪我します。怪我します。大体はい関節技も変な方向に動くと折れたり筋おかしくしちゃいます。ああ、ちょっと言ってもらおうか。こういうよろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いしまやってす。みます。はい。三強っていうんですけど、三強小指側をしっかり持って片手でもひねれます。はいで弱い持ちだとちょっと返してこうなっちゃうんですよ。はいだから必ず自分の正中線の前に置く。はいで次気をつけなければいけないエルボーを食らうんですよ。はいはいエルボーを食らうのでしっかりこう体につけておく。でこうやるとはい今なんで彼が動いてるかっていうとこの方向にひねってるんですよ。はいこう動かないとめっちゃ痛いですよ。ギリギリぐるぐるぐるで彼は痛くないようにこう動いている。はいはいでそしたらこれどうなるんだって話なんですけど、まあ押さえ技だったらこういう押さえ、はいはいでも今日は稲川先生の受け身が見たいので、はいここからおおおお。おお違いますよ。俺たちの大切な肩甲骨も壊れちゃうわ。さらに大きな人だったら指をこう取るんですよ。おっとさあこれぐらい身長差あってもめちゃくちゃ痛い。こっから投げるってことですね。そうです。はい俺も嫌だもん、こっから投げられるの。で正中線しっかりつけてやらないといけない。これは痛い。くっつけてると蹴り技もいけない。そうで私もたくさんの方向に動いてるからもうずっと痛い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 でその間に大砲術に持ってってください。あとバックブローっていうのがあるんですよ。バックブローしてもらっていいですか。バックブロー。おお。バックブローはあるんですよ。はい。いきます。おバックブロー来たらこれですよ。いきます。3球から美しい蹴り。本当にちょっとでも離れてるといろいろな技できるけど、ここにしっかりとくっつけられてるから結構抵抗できない。ほらもう抵抗できないのよ。おおっていうちょっと俺も右腕バカになってるから先生も気をつけてください。わかりました。はい。これいろんなこうアクシから出てきますよ。よろしくお願いします。はい。あ、まずね、テクニック。まずここ来る。逃げればって言っても逃げられない。まずはもう逃げることができないようにピッと決まってる。先生腹に行くちょっとピッとくっ。ああもうこれほら。これねどうやって伝えてあげない。俺もねこれ昔よくこう先生に食らってたんだけど、しゃがむこともできない。だんだんつまだってくる。こうしたく。なんかこうなりますよね。なりますなります。あと肩甲骨で抜くって言ってもここは動くけどここ決まってるんで。そうなんですよね。ピシッと決まってて、あと指が動かない。そう指なんです。指が動かない指がないとこれだと意外とダメなんですよ。ここなんでさらに強い人は親指をこう親指を下ろします。ここが決まってます第一で、じゃあここをなんとかしようとすると徐々に全部が決まってくる。だから肩が上がっちゃう。本当は一番上げたくない脇を上がる。上がっちゃう。いい技ですこれ。いいですよね。本当にこれすごい逃げれない技なんですよね。で相手の反応を見てこう稲川先生が置いたらここでフワッてはい投げ技がはいここが入っているので後ろ気味取れない。はい。ヒュッこれです。ははいっていう感じですね。荷重がファーンってきます。でも実際に使うんですよ。投げ技じゃなくて今先生の受け身見たかったから投げただけであって三強から抑える方が絶対一番これ制圧の技術。感じたのは、はいいっぱいやられるけど次結構いけるってことですよね。い。はい。痛みつけないんで、やっぱ長く何十年もこういう武道ができるっていうのはその生かす技でその場は制圧しますけどまたできるっていうここすごい大事な先生のその一番大事なところですよね。日本武道の一番大事な大事なところですね。外国でやるよくバキバキって壊しちゃうのじゃなくて違いますね。そうなんです。だってしっかりもう治ってません。
やられた時にはめっちゃ痛かったこれ壊す先生と思ったけど、私たち自在ってやっぱ言うように生かす技を動画保養動画の方の技がそれが日本の武道のね、はい、これ違いますね。西洋と日本のやっぱり武道ってここがまた明日やりたいっていうか、また今度ちょっと欲しくなるっていうか、健康法にもつながっていく、はいはいただ悪さしたらダメなんですよ。もちろん痛めつけたり怪我させるんじゃなくて、しっかりと相手の関節を伸ばしてあげるぐらい気持ちよく、ストレッチじゃないですけどね。だから面白いですよいやいね。いですよね。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。さっき3挙投げやったので、はい実際に3挙ってはい担当はい。ナイフとか担当の時に使うんですよ。そこからちょっとこう腹を切る、ここで本当は悪いんですよ。はいだけど、はいここから今の3挙でこう取るんですよ。はあ、そしてこう押さえる。はい投げ技に持っていく場合でも、はい腹をバッと切る、はいそして相手のそして相手のはいはいはい腹を切って単独でタンクだから外れます、はいそして相手の首に首に押さえつけて、すごい技が面白いですね。面白いですよね。ほらこれ先生担当って言ってるこれ本当の刀ってよく切れる、さっと切れるからやっぱり避けたくなってここもう切れないじゃん、じゃナイフじゃないんですよ、包丁とかじゃあんま切ればいいじゃんけど、担当はよく切れ味がある、避けるんで決まるってことですね。はい避けなければもうそこで切られて終わって終わってるっていう、はいなんで必ずきちっと避けてる。だからこの戦闘者と戦闘者の技術でこう昔の侍と侍の技術がこう進化されてこう今の三強っていう教えになってると思いますね。ちょっと一つだけ疑問に思うことがあるんですけど、いいですか？はい歯が上なんですね。いや、それは決まってないです。でもね、合口持ちっていうやっぱり昔の侍はこっちのが色が出る。でこっち持ちなんですね。だから武道ってすごいうまくできてて、はい本当はうちらこうじゃないですか。はいそうですしたら落とせばいいんですけど、はいこう来るように武道ってできてるんですよ。だかはらうちらはそうですね。こうなんでナイフ術こう取ればいいじゃんってはいななんですけど、んですけど、これが担当でこっちなんでこっちなんてポロって指落ちちゃうんで、はそこで多分開発昔ながらの昔のやり方なんですね。やり方なんですよはいすごい。深い理由が。深い理由が。はは実際にこっち側でい。はい。決まってなくてこっちでやる道場もありますよね。あるんですねあと横を持ったりうちはこっち全部だから本当に昔のやり方でっていうすごいいいですね。すごいです。3秒で完全に決まったらいろんな会社がございます。大規模じゃなければこうバッと出てきますよ、はい。あるいは足上がる人だって回しはい蹴りとかそうじゃなくて決まる瞬間こう脱力使ってはいこういう動きにもこういう動きにもなるので脇と肘締めるのでこの動きやれば返せるんですこの動きヒュッって感じでそう足が揃ってないです。こっからうわすごい足がピュッてやります脇と肘を締めたウェーブをやればやってください脇と肘を締めてたくさんこういうウェーブを作るそうそれ振り切ればはいこう決めた時にはいってなった時にキュッそうそうかかるこういうウェーブこういう感じでやればいいってことですね。けど先生にしっかりと3挙を決められると俺肩甲骨動きしなかったですよね。そう前みたいに正中になっちゃったらこうなる前にだからこう締める瞬間瞬間にしかダメなんですね。それが攻防なんですよそれがあ攻防で確かにもう締められたら終わりだわ。そう締めるこの瞬間に入シュッっていうことなんですね。そしたらはいはい。こういう流こういうれでや流れでって来てこうここですね。あなってからヒュッてお願いします怖い技ですね。怖いっすこれ簡単じゃないですよそう先生。はいこれはウェーブマスターのたくさんだからできる技はい普通の人はできないですこれ難しいな。あと肩硬い人外れちゃいますよねはい、本当に肩甲骨を柔らかく使ってウェーブしかもウェーブかけるタイミング間違ったら自分がやっちゃうんじゃないかっていう攻防いや一攻防ですね。これを攻防一体体の技ですね。さばきもあるのではい、さばきがあってで先生あここだそうこのタイミングですねそうこの先生が早くやって俺が合わせなきゃダメですそうね攻防ですね攻防一体これむずいなけどやりたいですいきますおっおー危ねえ危ないどうだった危なかったちょっとね先生が決めるちょい前だったんだけどでも遅れてたらやられてましたあ本当ですか、決められたらもう逃げられないと思ってちょっと早めにウェーブかけちゃいましたダメですよねいやそうですねジャストのタイミングもちろん一番ですけどはい取れないです今のやつそうなんですねいやでもこれが稲川先生の担当とかでこう勝負するわけですよね。あ、そうです。海岸に行きたいな。
白川今先生と戦うってどういうことですか？担当とナイフの戦いが見たい。担当って相手をはい見極めて突き刺す、一撃必殺ぐらいですよね。そうですね今ナイフですってフェイント使ったりするじゃないですか。そうですはいちょっと見てくださいよ。これ当たったら骨折しちゃいますよ。これ何言ってんですか、太田さん。これが見たいですね、やっぱり。っていうことで、たくちゃん、私、見たいわ怪我しないように、お、これなら白川先生もえお許し柔らかい担当なんだ。これだったら確かに柔らかいです。本当だよ。これならば大丈夫ですか？確かにこれ安全。これだったら安全だ。これだったら許可もらえるかなと。でも確かに視聴者の皆さんに勘違いしてほしくない。まず合気道って戦わないですし、そうですね担当そもそもナイフってやりあるもんじゃないですから。はいそうですねただ太田さんめっちゃいいですね。これはこれならお許しいトレただけるかなトレーと思います。ニングでとしていいかもしれない。いいかもしれないですね。でも稲川先生って業界内じゃ一時期ナイフのカリスマと呼ばれてた時代があったんですよ。そんなナイフのカリスマの先生とちょっと稽古つけてもらうなんて。知らなかったそう本当ですか？だから俺ナイフ術得意なの。そうです。そんなナイフのカリスマの先生に稽古つけてもらいたい話、こんなね担当いえつけてくれたんだったら。じゃあ担当とはい先生ナイフということではいやってみましょはい。タクチャンネルはい、ということで白川先生、私の無茶ぶりどうもすいません。これなら大丈夫だということで、う。柔らかい。柔らかいとこれ安いうことで。全ですもんね。これ安全です。そして長川先生に持っていただくのがですね、はいこちらなんですけど、こちらはどうでしょうか？柔らかいと思う。これもおもちゃです。だいぶはい。柔らかくなってると思うんで、はい。太田の無茶ぶりだけどね。ナイフのカリスマと言われた稲川先生に稽古つけてもらえるなんて。面白い。そうだね。視聴者見たいよ。もう俺がまず見たいんで。じゃあちょっと時間決めさせてもらって、そうですね30秒間。はい。細かいルールとはじゃあなしということで。はい。ナイフのカリスマと呼ばれてた時代が。いい技ですこれ。素晴らしい。 5秒前からスタートします。5秒前。4、3、2、1。始め。10秒経過。残り10秒。5秒前。終了です。おお。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー素晴らしい。手加減していただいたので。いやいやいや、そんなことないです。早いです。うまいです。だけど本当に最初の先生のスネーク、あれここ切り落とそうと思ったんですけど、やっぱ超早いです。めっちゃくちゃ早い逆ですね。にここ切られてんじゃないかっていう蛇のように手首を噛むように狙ったんですけど、先生も狙ってました。結構先生のスネークって正面目からいってそうそう角度が変わるから大変してるかまらっすぐして変えるんです結けど、構分かりづらいのよ。でも白川先生もねちゃんとこの反応してるっていうの反応してましたよそうすごいなっていう。ちょっとびっくりしました。先生のこの下辺ですか。ああ、やるはい。早くて分かんない。いやいやいや、正中線だけ疲れない小滝。はいはいはい。だから懐入らなかったですね。本当に受けのいつも受けを受けやられてるから付き合っていただいて新しい白川先生が見れました。なかなか純度の濃いやばい動画になりましたけれども。担当対ライブねね白川先生がね、はいやりながら楽しんでるっていうね、いつもやっぱこの武術とか戦闘術までもね、はい愛してくれて、い嬉しいですよねつも嬉しいなっていう、本当に詳しい、全てに対して詳しいじゃない、今日勉強になったじゃないですか。やっぱりああいうやっぱりどんどん交流していきたいですよね。自分はやっぱ知らないこと多いんで、どんどん良くしていきたいんで、こういい交流で生み出していろいろこ竹節のう、そうですね。もうどんどんいいものを生み出していきたいですね。白川先生あれですよね、武術家として今までこういろんなものをこう授かってで仙台に帰られてるじゃないですか。東郷先生からワンインチパンチ、北川先生からストライク、はい。そしてタクさんからはもうウェイパンチ。ああ、そうなん白ですね。川先生ちょっとさすがにちょっと稲川先生本気でやったら私もっと明日血尿出ちゃいますよ。いや本当そうです。ミットあれば先生。あ時価はちょっと危ないんですけど、ミットあればちょっとお土産。あ、本当ですか。先生のは
ナイフみたいな感じで入ってる鋭利なんです鋭利なんですよ、全然僕のやっぱウェーブとまた違うんですよね、僕ちょっとマイルドな感じなんですけど、先生のはあなたも別にマイルドじゃないです。あなたもドスンと鉄球が入るみたいな感じ。じゃあ白川先生、はい次の動画で白川先生がお土産をもらって仙台に帰るというはいはい動画になるんですね。動画にあ、させてこれ次回なんですね。はいいただきたいなと思います。わかりましたはいこのチャンネルがいいなと思った方はうん引き続きご覧になってください。はいはいそれではチャンネル登録よろしく。